それでは解説の方を始めていきたいと思います。まず最初にナイトの性能の説明をします。ヒットポイントは4200、召喚するのに必要なクリスタルは25個です。長所は移動速度が速く、敵召喚獣への火力が高いことです。その反面、敵歩兵にはほとんどダメージを与えることができません。使えるスキルはディバインピアシング、ディバインスラスト絡み手リジェクトの3つになります。ショーランスは攻撃の出が速く、隙も小さいためとても使いやすいスキルとなっています。慣れないうちはこれを主力に使っていいと思います。ちなみに与えられるダメージは200前後です。大ランスは攻撃の出は遅いですが攻撃範囲が広く貫通性能を持つため複数の敵にダメージを与えることができます。小ランスでは届かない敵や、大ランスが当たりそうな時はこちらを使いましょう。ちなみに、与えられるダメージは4から500前後です。絡み手リジェクトは一定時間自分にスタン、吹き飛ばし、スネア無効バフを付与。味方の周りで戦う時はそこまで必要ないですが、敵陣に切り込む時はこれを使いましょう。補足ですがスネアはセスタスのスキルアースバインドの足止め効果だそうです。ナイトの役割は大きく分けて4つあります。1つ目は味方召喚獣を守る護衛ナイト。2つ目は敵召喚獣を攻撃する迎撃ナイト。3つ目はティプクリが枯れないように僻地クリからクリスタルを輸送する輸送ナイト。4つ目はファイナルバーストを決められないように敵ティプを監視する警戒ナイト。ナイトの主な役割は以上ですが、その中で特にメインの役割である護衛と迎撃にスポットを当てて詳しく解説したいと思います。護衛、迎撃ともに複雑な要素はありますがここではざっくり説明します。護衛は護衛対象の近くにいるようにして、敵ナイトが見えたら報告。その後、敵ナイトが近づいてきたら牽制するように動き大ランスを打ってきたら大ランスを、小ランスを打ってきたら小ランスを当てます。大ランスを打ってきたら大ランスを、小ランスを打ってきたら小ランスを、大事なことなので2と言いました。迎撃は敵陣に切り込むのである程度の被弾は覚悟しましょう。大事なことは被弾を覚悟する代わりに確実に当てることです。そして使うスキルは基本的に大ランスを使い、大ランスで避けられる相手には小ランスも使っていきましょう。そしてヒットポイントが減ったら、輸送ナイトをするか召喚解除しましょう。今紹介した護衛と迎撃のやり方ですが、あくまでも1対1でのやり方です。1対2以上の不利な状況の時は無理せず軍団チャットでナイトの増援を求めましょう。ナイトの解説は以上となります。わかりやすく簡潔に解説したつもりですが、わからないことがあればコメントや FEZ 内でも構いませんので、気軽に質問してもらえればと思います。動画の内容がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。